迷路の中にいる悪いからくりロボは自分でスイッチを踏んで仕掛けを作動させるから注意が必要じゃ。そうじゃ、危ないとこにあるスイッチを踏みたいときは逆にあいつらに踏みに行かせれば安全じゃのう。同じからくりの仲間でも悪いやつといいやつっていう感じで彼らの中でも分かれちゃってるんだな。仲間意識はどうなんだろう。ちょっと兄さん聞いた？この先にはボーナスステージがあってお金をたくさん集められるそうよ。いい儲け話と思わない？ただし制限時間があるらしいからどれだけ集められるかは兄さんの腕次第だね。頑張っといで。ということで、これですね。この黄色いやつが、お金を稼げるボーナスステージとなっているんですけれども、最近夜になるとこの辺りに巨大な相撲取りのからくりロボが現れて街を荒らして困ってるの。お兄さんも気をつけた方がいいですよ。ほう。五右衛門さんがぶっ飛ばしたりとかしてませんかね？退治してくれるって？それは嬉しいけど、お兄さん本当に大丈夫ですか？相手は矢印を無視して進むんですか？そうですか。じゃあ五右衛門さんぶっ飛ばしていってないのか。で、これがね、都船屋さんとなっております。兄ちゃん、昔からくり一族が財宝を隠した島まで連れてくぜ。どうだい？人財産気づいてみる気はないか？からくり一族ね。ただし、あっしは送り迎えをするだけ、命の保証はしませんぜ。私ちんは500両いただくけど、うまくいけば稼げるぜ。はーい。鬼ヶ島みたいなね、ところに連れて行かれるんですけれども。そして中は、で、これゴールにたどり着けないといけないので、なので、もう全部取ろうとはあんまり思わない方が良いのかもしれない。そうでしょ？よし、全部取った。よし。これで何両になったかな？あれ？黒字になった？大して稼げてないのでは？財宝は見つかったかね？まあ足には関係ないことさね。よし、ただボーナスステージですね。やっていきましょう。間違えました。ごめんなさい。こちらです。ボーナスステージはゴールがありませんので、もう稼げるだけ稼いでください。シンプルな道順とはいえ、エビちゃんがダッシュしながらじゃないと稼げないよね。こうしてこっちに行ってもらって、こうして忙しいね。でも余裕ですね。あれ、都船屋さんより全然稼いでる。よし。よし、バッチリですね。すべてをいただきまして。本当に腹の立つ相撲どこだ。犬のうんちでも踏んで壊れてしまえ。こんなんで壊れるかな？いや、そんな繊細な感情を持ってるからくりだったら、ぶっ壊れるかもしれないけど、兄さんも踏まないよう気をつけろよ。はーい。そんなに落ちてんのここ。っていうか、からくりばっかりの島だけど、ワンコはいるんですね。さあ、今度はスイッチがありますね。敵もスイッチを踏んでっていうようなね、話がありましたが、とりあえずスイッチをこれ踏みますと、
これがね、道にスイッチが押されたことでしっかりとしたね、道になりますので、たら手形をまず取って、で、スイッチは時間経過で切れるというようなこともないので、一度押したらね、もうじっくりじっくり道を進んで大丈夫です。よし。ガンガン行きましょう。言うてもね、新しいギミック出てきたとは言っても、まだ序盤も序盤なので。で、これは一度踏むと消えてしまう足場ですので、考えながら、スイッチを踏んでいきましょう。よし。これで、よし。で、OK ですね。バッチリです。で、今度はカブトウサギがいるので、カブトウサギはその場から動くことがありませんので、で、駒もあるから、こうして、で、駒が進むルートをしっかり作ってあげて、バレリーナゾルルですね。また複雑になってきましたね。とりあえずスイッチを押しましょうか。押して、で、ちょっと道が複雑になっちゃった。こうで、この落ちる足場はダッシュで渡る必要というのはありません。ウィスマルが乗ってるうちにどんどん崩れていくということもありませんので、よし。こうで、特筆して言うことがないシンプルな矢印操作のステージですね。よし、OK です。走って、エビちゃん走って。エビちゃんはダッシュした方がいいのかという話ですが、エビちゃんはガンガンダッシュした方がいいです。で、危ないところは敵を行かせるのも手だという話がありましたが、ここはこのコムソーでスイッチを押してもらいます。コムソーを操作します。ここはこうやってカブトウサギのところを踏んでもらって、で A ボタンを押せばコムソーくんもダッシュしますので、なので A ボタンをねしっかり押して、コムソーくんをさっさと行かせつつ、こうかな。たらエビちゃんも出発しましょう。でエビちゃんは手形を回収しないといけませんので、こうしてまず手形を回収し、でゴールへはこうですね。違うな。なんかうまくいってない。こうといったようにコムソーくんを利用してスイッチを押させてっていうこともね、今後必要に、そんなに数はないのですが、そういうステージも出てきますので。また落ちる足場とスイッチ、落ちる足場が1回しか通れないので、スイッチは一通り押さなきゃいけないので、緑押しちゃいましょうか。押しちゃって、青は最後に押しても良さそう。では紫からまず赤を押しまして、で点数から手形を取りに行き、でこうですね。複雑そうに見えてシンプルなステージですね。よし。
順調すぎるエリア3のボスステージ。まずスイッチを押さないといけないんですが、とりあえず手形取っちゃいましょう。で、スイッチを押すためにはこの重り、これを持った状態でここに行きます。そうすると、よし、落とした。コテマルを落としたので、この隙にコテマルは復活するかな。もしかしたらするかもしれませんが、一応落とすことは可能です。いるなぁ。相撲ロボって言うてたが、相撲だなぁ。相撲ロボはファミコンのゴエモン2の最初のボスキャラクターでもあるのですが、町人さんがね、倒し方としてなんか犬のうんちょという風に言うてましたが、犬なんていないじゃんって話なんですけど、なんかね、ステージに入るとね、ワンちゃんがね、エビちゃんの隣にいるんですよ。ということで、このワンちゃんの協力のもと戦っていきます。で、ボスは矢印をガン無視して進んでしまうので、危ない。なので、こういう風にね、動くルートが決まってるから、それに沿ってワンコのね、あれやこれやを置いていきましょう。で、相撲ロボはエビス丸の姿が見えたら真っ赤になって追いかけてきますので、それに追いつかれないように。で、時々ジャンプもするので、ダメージを受けたら逆走します。なので相撲ロボが通る道ですね。そこに危ない。そこにワンコのを置いていただくようにしたいのですが、ちょっと道をで、もちろんダッシュ中は敵にこれ踏ませてもね、ダメージが通りませんので、しないね。したけどワンちゃん急いで。ワンコの姿が見られても大丈夫です。エビス丸の姿さえ見られなければ問題ないので、よし。見られた。ちょっと待って、はい。特筆して言うことないっすね。これだけです。モードから何か他の雑魚キャラが出現するっていうこともないので、何も言うことないっす。ただただ BGM を堪能してください。よし。なんでこういう攻撃方法にしたのかは謎です。よし、OK です。ただただワンコは可愛い。このワンコに関してはね、すべてが謎です。なぜエビス丸に懐いているのかであったり、からくりだらけのこの島にどうして生身なのかな。ピンクいのをしてたから、もしかしたら生身じゃないかもしれませんが、まず存在は謎です。コミカライズ版だとね、ストレイティエビス丸ももちろんコミカライズ化されてるんですけれども、ね、結構品のない漫画なので、おはようございます。前回の収録から約1ヶ月ぐらい空いてまして、この間にね、ゴエモン2の方、急遽ゴエモン2をね、先に投稿した方がいいんじゃねえかっていうことでね、ゴエモン2をいろいろやってたんですけど、
なので今回はパスワードからの再開をしていきたいと思います。エビちゃんがいて、今作のね主人公ですから、バックにもそれいけ恵比寿丸という風にねデカデカとロゴが流れておりますが、そしてシリーズの主人公ゴエモンですね。ゴエモンもこの島にいるはずなんですけど、未だに姿が見えませんね。で、からくり忍者のサスケに秘密特捜忍者の八重。この当時はまだ五右衛門と良い仲だったと思うおみっちゃんですね。で、物知りじじい。こちら物知りじいさんだけ3ではなく五右衛門2マッチネスのドットですね。五右衛門3のじいさんって真顔っていうのがないんですよ。目回したりとかちょっとあれなお顔しかないので、じいさんだけ2から来てます。で、なぜかいる鬼六。なんでいるんでしょうね、この人ね。では入力していきましょう。恵比寿丸、五右衛門さんがここで、で、サスケ、で、八重がおって、おみっちゃんに、じいさん、で、スタート。鬼力がなかった。ということで、前回スモール棒を倒した直後のところからですね、動画的にはそんな時間経ってないというか、すぐ後にね公開されていると思うんですが、私1ヶ月ぶりぐらいのソエゲ恵比寿丸なのでちょっと操作が不安です。兄ちゃん、昔からくり一族が財宝を隠した島まで連れてくぜ。お、ありがてい。どうだい、人財産気づいてみる気はないかい。気づきます。ただしあっしは送り迎えをするだけ、命の保証はしませんぜ。私には1000両、結構でかい金ですが、頑張れば稼げるので行きましょう。はーい。小舟に乗ってこの鬼ヶ島みたいなところですね。さあ、ステージはこれゴールに行かなきゃお金もらえませんので、宝箱の取捨選択も大事になってくるのですが、途中黄色い濃いブロックがなんか足場がありますが、あれがね今みたいに電気ビリビリになるものなので、タイミングよくね越えるようにしてください。これ大丈夫か。慎重に行こうね。慎重に行きましょう。慌てる必要はないんですよ。いや、多少慌てたいけど、これはちょっと待とう。よし。で、まず黄色い宝箱、千両箱ですね。あれが結構お金入ってるので、これを回収し、もう帰ろう。これで黄色い千両箱が結構お金入ってるはずなので、赤字にはならないのではないだろうか。がっぽりですね。もう一度行って全部回収するほどでもないと思うので、さっき画面綺麗だったのにまたこんなになっちゃった。いらっしゃいまし。阿弥陀くじ1回10両です。行き着いた先に何があるか最後のお楽しみ。はっはっは。やってみまっか。やる。やらせてください。ということで阿弥陀くじなので、先がねもうこれ以上先見えなくなってるんですが、まあスッと行ってみましょう。さあ何がおドクロスカワンナップと千両箱がありますが、スカはそのまま外れで何ももらえない。でドクロが所持金が半分になるというメタメタに重たいペナルティとなっています。このゲームお金を稼ぐ術というのがないじゃないんですよ。スロットとかミニゲームで運が良ければ稼げるかもしれませんが、基本稼げないと思った方が良いので、阿弥陀くじを楽しむ前にセーブ、パスワードですねつけて、であまりにも大赤字になったらパスワードを入れ直してもう一回やり直すっていう方がいいと思います。
お金がなくなると渡船屋さんで送ってもらうことすらできなくなってしまいますので。なんだ？お、ヌンチャク。あ、痛い！何すんのよ！何すんの？なんでそんなことするんですか？このカラクリアイランドの周りには財宝が隠された島が多いけど、私は長生きしたいから行きたいとも思わないね。そうだね。電撃ビリビリになっちゃうからね。行かない方がいいと思います。カラクリ人形だしな。電気に弱いという感じでいいんだろうか、カラクリ人形はこの世界も。超音波には弱かったりするんだけどな。カラクリ城？お前さん、あそこに行くのかい？命が惜しかったらやめときなされ。そういや、ちょっと前にも同じことを言ってた若い男に会ったの。あ、それ、ゴエモンさんかな？赤い衣の、だんぎり頭の男じゃありませんでしたか？ここ、よろずやかな？よろずやですね。やっぱパスワードから開始すると画面ガピガピにならないね。あ、綺麗。こういう人だったんだね。やっと綺麗な顔面を拝めましたわ。お耳もなんか、なんだろう。ボトルじゃない、ボルトみたいな感じになっているお耳だね。いらないです。ごめんね。冷やかします。この町にある阿弥陀クリアに行ってみな。運が良かったら大盛りできるぜ。行ってきた行ってきた。俺は運が悪かったけどね。おかげで破産しちまったよ。そこまでやってはいけないよ。ギャンブルはほどほどにしておけ。迷路に迷ったらコナミホットラインに電話すれば助けてくれますよ。今もう電話しても無駄じゃないかな。当時助けてもらえたんかね。カラクリアイランドは人工の島だ。でも何の目的で作られたのかは誰も知らない。なぜなら俺たち住人は島ができてから作られたからさ。君たちは作られた目的とか聞かされてないのかい？いや、まあ創造主がわざわざ教えなかったのか。自分たちの存在には疑問を抱いていないのかな。もしかしてお兄さんのことですか？噂の太った忍者って言うほど太ってムチムチしてるか。生理の忍者ですって？冗談はやめてください。なんで？見た目か。見た目かいな。ベビスタール、忍者としてメタメタに優秀だと思うんだけどな。あんた美味しそうな豚じゃのう。違うんですが。でもわしはロボットじゃから肉の味はわからんからのう。豚じゃない？そうか。わしも新しい目に取り替えんといかんのう。物理的にもう眼球を取り替えると。そりゃそうか、からくり人形だもんな。このからくり人形は食事を取らないと。というかこの世界のからくり人形食事取るのかな。ゲーム的にはね、団子で回復したりとかするからくり人形が仲間に一人いらっしゃるんですけれども、実際どうなんだろうね。有機物って食べる必要、摂取する必要あるのだろうか、彼は。ねえねえ、からくり城には一体誰がいるんだろうね。君たちはその城で作られたっていうわけでもないのか。あんた人間だな。俺は本物の人間を見たのはあんたで2人目だよ。いや、3人目かな。1人は五右衛門でしょ、きっと。もう1人人間がいると。この先の町には辻斬りが出るっていう噂よ。怖いね。私怖くて一人で歩けないわ。解決するまであんまり外出るんじゃない？からくり人形とはいえスパンと切られちゃうかもしれないから、なんだって真っ二つにする苦内を持ってるやつとかもいるわけだから。私ダジャレ一筋40年絶対に笑わせる自信あるね。あれ昔20年じゃなかったっけ？パワーアップしてる？まず手始めは猫が寝込んだ。悲しい。それは笑えるね。ハエが早い。笑えないあるか？次は自信あるね。イルカはいるか？ダメあるか。では鳥が取り乱した。おい、ゲーム落ちたじゃねえか。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。では失礼いたします。